宇宙世紀0079。後に一年戦争と呼ばれるこの戦乱が人類史における戦争の概念そのものを塗り替えた。だがアニメ「機動戦士ガンダム」ではその全てが語られているわけではない。戦場で何が起き、どのような兵器が生まれ、いかにして戦局が動いたのか。アニメとして描かれた物語の裏側には記録されながらも語られてこなかったあまたの事実が存在する。それらを補完するのがモビルスーツバリエーション。公式記録の隙間を埋めるもう一つの戦士である。本動画ではその MSV の記録をもとに地球連邦軍が生み出した V 作戦の全貌を戦士として紐解いていく。時は宇宙世紀00791月3日7時20分。サイド3のジオン公国は地球連邦政府に対して宣戦布告を宣言した。機民政策で宇宙へ捨てられたスペースノイドと地球にとどまり安民を貪る地球連邦。火を見るより明らかだった彼らの圧力はついに表層化し、全人類を巻き込む大戦へと発展した。開戦から瞬きする間もなく始まった戦いはその苛烈さからすぐに絶滅戦の様相を呈していく。1月10日、国力で連邦に劣るジオンは電撃作戦による早期終結を狙い、連邦本部がある北米ジャブローに対するコロニー落としブリティッシュ作戦を決行。だが連邦の必死の抵抗によりコロニーの軌道は大きく外れ、オーストラリアへと落下した。1週間戦争と呼ばれるこの戦いで50億人近い命が奪われたが、大義のため歩みを止めないジオンはありったけの戦力を持って再びコロニー落としを計画する。それを阻止するべく連邦も最大戦力を投入。1月15日から16日にかけてサイド5中域で迎え撃った。ルーム戦役と呼ばれるこの戦いは宇宙世紀史上最大規模の宇宙艦隊決戦とされている。ジオンは80隻余りの主力艦と支援艦60隻で編成された第1連合艦隊。対する連邦は200隻近い主力艦を中核とした6個の艦隊を用意した。圧倒的な戦力差。しかし勝敗を左右したのは戦艦の手法ではなかった。広告軍が投入した機動兵器モビルスーツザク。18メートルにも及ぶ巨人の猛攻だった。当時戦場には広告軍が発見した電磁波撹乱効果を持つ特殊粒子ミノフスキー粒子が散布されるようになった。これによりレーダーを利用した遠距離からの攻撃は実質不可能となり、原始的な有志海戦闘が主流となる。そのため遠距離からの砲撃を基本とする連邦の大艦巨砲主義は時代遅れの産物となり、高い機動力を誇り近距離戦格闘戦に優れたモビルスーツが戦場の覇者となったのだ。案の定彼らの機動力に対し連邦艦隊は有効な迎撃手段を持っておらず、たやすく接近を許してしまう。自慢の手法も意味をなさず 120mm のマシンガンに連邦の艦艇はことごとく撃破されていった。指揮官であるレビル将軍も黒い三連星によって囚われてしまい、連邦は完敗。ジオン脅威のメカニズムを思い知らされることになった。 V 作戦始動。その後連邦との停戦交渉に至らなかったジオンは地球侵攻作戦を開始。連邦にとってホームグラウンドとなる地上はその性能を存分に発揮したモビルスーツにたちまち蹂躙され、開戦からたった3ヶ月で地上の半分はジオンに占領されてしまった。こうして喉元まで危機が迫ったことにより、当初はモビルスーツ開発ではなく宇宙艦隊再建に力を入れるべきと考えていた上層部もようやく重い腰を上げモビルスーツ開発を決意する。この中心人物となるのはルームで大敗を喫したレビルだった。誰よりもモビルスーツの恐怖を知る彼は連邦に帰還した後、モビルスーツの必然性を訴え続けていたのだ。それがついに実り、宇宙世紀00794月1日、モビルスーツを中心とした戦術確立およびモビルスーツの開発量産とモビルスーツ運用艦の開発を推進する V 作戦を始動した。開戦から実に3ヶ月。ここまで連邦のモビルスーツ開発が遅れた理由としては、まず連邦内部の派閥対立が挙げられる。連邦には伝統的な地球軍と宇宙軍の対立があり、さらに宇宙軍内部には艦隊推進派とモビルスーツ推進派の対立があった。レビルを筆頭とした現場で
モビルスーツの供与を思い知らされた者たちはモビルスーツ開発を推進していたが、ジャブローから宇宙を見上げていただけの首脳陣はルームの大敗を経てもなお、原因はモビルスーツではなくジオンの奇襲作戦によるものと考えていたのだ。しかし地上へ降下したモビルスーツによる進撃が続き、身近に危機が迫ればさすがの首脳陣もモビルスーツの必要性を認めざるを得なかったのだろう。だが各派閥の対立は終戦まで尾を引くことになる。それはジャブローで建造された宇宙戦闘艦のほとんどがモビルスーツ用の格納庫こそ装備しながらも、どれもモビルスーツの母艦としての機能性には疑問があったことからも伺えるだろう。また連邦は開戦前からジオンによる新兵器開発の情報自体はキャッチしており、対応策として宇宙世紀0078-3月には RX 計画を始動させていた。しかし連邦はモビルスーツという兵器の本質をまるで理解しておらず、わざわざ当時の主力戦車61式の後継機開発計画を転用し、戦闘車両 RTX44 を開発していた。機動性に欠ける本機はモビルスーツを知る者からすれば、ザクを前にすれば何の役にも立たない巨大な鉄塊とまで酷評される。だが何の成果も得られなかったわけではない。深層鋼材ルナチタニウム合金、少ない人員とデータの回収率向上を目的としたコアブロックシステム、教育型コンピューターの開発など一定の成果を上げることには成功している。特にコアブロックシステムはモビルスーツ開発でジオンに遅れを取っていた連邦にとって貴重なモビルスーツのデータや実戦経験のあるパイロットの喪失リスクを抑える脱出装置として大いに役立った。また教育型コンピューターによりパイロットの完熟もスムーズに運ぶことになる。その後連邦は戦争に反対し、ジオン公国から亡命した技術者を開発メンバーに加えたことで、以前よりはるかにモビルスーツへの理解度は深めていく。そして RXT44 の全面リファインにより RX75 ガンタンクの開発に成功した。しかしようやく完成したガンタンクも戦車にモビルスーツのコンセプトを無理やりねじ込んだような歪な機体で、少なくともジオンがモビルスーツと呼ぶ兵器とはかけ離れたものだった。こうした連邦の初期モビルスーツ開発からモビルスーツへの理解とその脅威に対する認識がいかに欠けていたかが見て取れるだろう。だがジオンが地球侵攻作戦を開始した頃にはようやく二足歩行のテストタイプビーグル RXM1 の開発に成功する。ザクには到底及ばない機体であったが、バランサーのテストやモビルスーツの限界性能テストなどで利用され、V 作戦による連邦製モビルスーツの開発に大きく貢献した。ともあれ、連邦内外から強い支持を集めるレビルが中心にいたことも幸いし、連邦は本格的なモビルスーツ開発にこぎつけることができた。戦闘車両開発に終始していた RX 計画も V 作戦に統合され、次期モビルスーツ開発に生かされることとなる。モビルスーツ開発にあたって連邦はまず鹵獲したザクを解析し、徹底したデータ収集を行った。ザクを超えるモビルスーツの開発こそ V 作戦の指針となったのである。開発は急ピッチで進められた。なお開戦以来敗北を重ねていた連邦が余裕を持ってモビルスーツ開発に踏み切れた背景には、ジオンとの国力の差が挙げられる。ルーム戦役後に結ばれた南極条約で核兵器、生物兵器、化学兵器、質量兵器の使用が禁止されたこともあり、戦争の長期化は避けられなくなっていた。そこでジオンは地球に侵攻し、資源を確保して長期戦に備えるつもりだったのだ。だがどれほど勝利を重ねても広大な地上を占領するのは途方もない時間がかかる。しかもジャブロを攻略、地球の大部分を占める海上の制圧、資源の確保と目標が複数あったため、ただでさえ少ないジオンの兵力は分散してしまった。そのためジオンが地球侵攻を始めて数ヶ月後には広げた戦線を維持するのに精一杯になってしまったのだ。もちろんその裏には戦線を必死に支えた連邦兵士による献身があったことは忘れてはならない。 RX78 モビルスーツ開発における連邦軍とジオンの最大の違いは運用用途にあった。ジオンはモビルスーツに徹底した汎用性を求め、対艦・対戦闘機用に秀でた兵器として開発した。一方で連邦は
モビルスーツを汎用兵器と捉えず、最初から対モビルスーツ用としての運用を前提としていた。そのため、連邦のモビルスーツには対モビルスーツ戦を意識した性能が求められた。その最たるものがビーム兵器だ。素早く移動するモビルスーツに対しては、光の速度で飛び、重力の影響を受けず発射できるビーム兵器の方が実弾よりも有効な場合が多い。故に、連邦はモビルスーツのビーム兵器傾向にこだわったのである。また、汎用性に執着しない連邦は、中距離用、白兵戦用と用途別に機能を特化させたモビルスーツを開発する。中距離支援用として開発されたのが RX-77 の2、ガンキャノンとして知られる機体だ。本機は初期試作型と言われる RX-77 の1が1機試作された後、先行型仕様となる6機の RX-77 の2が生産されている。戦闘車両の延長でしかなかった RX-75 と比べ、二足歩行のモビルスーツらしい兵器として完成した。そして、宇宙世紀0079 7月7日にロールアウトした白兵専用モビルスーツ。これが RX-78 の1プロトタイプガンダムだ。本機は、頭部バルカン以外の固定兵装を廃止し、シールドやビームライフルといった装備類を戦況に合わせて選択できる汎用性も持ち合わせている。連邦軍の技術の粋を集めて製作された本機の性能は、ザククラスのモビルスーツ5機分に匹敵するとも言われた。最終的に RX-78 は8機ほど製作されたとされており、ファーストロットで生産されたのが1から3号機、セカンドロットで生産されたのが4から8号機とされている。そのうちの2号機がアムロレイ少尉の登場機、一般的にガンダムとして知られる伝説の機体だ。ここまでこぎつけるのに開戦からわずか8ヶ月。ジオンが実用モビルスーツを完成させるのに5年の月日を要したことを思えば驚異的なスピードと言えるだろう。その理由はレビル将軍の一行により V 作戦の進行が優先されたこと。何より連邦がモビルスーツ開発に必要な技術やそれを支える経済力に優れていたことも大きい。また連邦はモビルスーツ開発に CAD/CAM システムと呼ばれるコンピューターによる全自動設計・製作システムを導入していた。これによりコンピューターを設計補助のみに回し、フレキシブルマニュファクチャリングシステムと呼ばれる可変生産システムに頼ったジオンと大きく差をつけたのだ。その後、すでに存在していたガンタンクも正式に砲撃専用モビルスーツとして V 作戦に組み込まれ、遠中近距離に対応可能なモビルスーツが揃う。完成したこれらの機体はサイド7へと運び込まれテストが行われた。そして同年9月18日、V 作戦の情報をキャッチした赤い彗星の異名を持つシャーアズナブル少佐の部隊がサイド7を強襲したことをきっかけに、人類で初めてモビルスーツ同士の白兵戦が行われた。本戦闘で連邦のモビルスーツは見事シャー少佐の部隊を退け、ザク2、3機を撃破する戦果を挙げる。奇襲により RX-78 の1および2機のガンキャノンとガンタンクは失われてしまったが、本戦闘のおかげで連邦の開発したモビルスーツの性能の高さは証明されたと言えるだろう。ただガンダム、ガンキャノンはいずれも試作機ながらカスタムメイド機と呼べるほどの高級機で、生産にはとてつもないコストがかかった。一説ではザクと比べるとガンダムは実に7倍、ガンキャノンですら4倍ものコストがかかったという。V 作戦の主目的はあくまで量産モビルスーツの生産と運用であり、このままの使用ではとても量産に移れない。そこで連邦は RX-78 の設計を見直し、新たな量産型モビルスーツを再設計することでこれを達成することにした。 RX シリーズの各種データは運用されているホワイトベースと接触した補給部隊を通じて届けられていたこともあり、連邦の量産モビルスーツ開発は順調に進められた。こうして開発されたのが RGM79 ジムである。基本設計こそガンダムを踏襲しているが、生産工程は大幅に簡略化され、コアブロックシステムや大気圏突入用装備など多くの機能が省略されている。さらに装甲にはルナチタニウムではなく、より扱いやすいチタン系合金が採用された。これによりガンダムと比べて高い生産性を確保することに成功している。だがジムの生産は当初思ったほど順調に進んでいなかった。
切迫するスケジュールと低コスト化の要求から初期のジムは著しく品質が低下しており、設計上の性能を発揮できず耐久性にも難がある粗悪品だったとされている。中には設計を無視して生産されたものまであったようだ。戦争末期における連邦内の混乱が伺えるだろう。この粗悪品は主にジャブローで42機生産された先行量産型前期と呼ばれている。また第一次生産ではパイロット養成機種転換訓練に使用する TGM79 ジムトレーナーも製造された。構造的にはほぼ通常のジムと同じで、違いといえばコックピットの上部に教官用コックピットが増設されたくらいだろう。ただあくまで訓練用ということで、装甲は低コストのものが用いられているため耐弾性が低く、実戦には使えなかった。そのため訓練以外では搬入作業などの通常業務にしか用いられなかったようだ。ちなみにジムの生産計画がスムーズに運ばなかったことはユニークな連邦製モビルスーツを生み出すきっかけにもなった。戦争中盤以降、ジオンが地上戦に特化したモビルスーツを投入する中、決定的な対抗手段を持たなかった地上軍としては、即戦力となるモビルスーツの導入はもはや死活問題だった。だが生産が遅延するジムの到着を漫然と待っている余裕もない。そこで一部地域には RX78 系列の型落ちパーツなどを流用することで暫定的な量産を行った機体が導入される。それが RX79G 陸戦型ガンダムである。だがいくら型落ちパーツを用いたとはいえ、 RX79G は豪華な量産機であり、とても戦線を支えるほどの数は揃えられなかった。そこで基礎設計の終わっていたジムのデータ取りも兼ねて RX79G の数量不足を補うため開発されたのが RGM79G 陸戦型ジムである。姿こそジムそっくりだが、 RX79G の生産ラインを流用して応急的に量産されたため RGM79 とは異なる系列の機体となっている。装甲材にはルナチタニウム合金が採用されていることもあり、生産コストがやや高価で合計で50機ほどしか生産されなかった。一方でそれなりの性能を誇ることに目をつけられ、実験機の改造ベースに利用された機体も少なくなかったようだ。その後生産体制が整い、基本設計に忠実に生産されたジムがジャブローやキャリフォルニアベースなどで282機生産された。これは先行量産型後期と呼ばれている。同年11月下旬には本格的に配備が始まった後期先行量産型の多くが戦争末期のソロモンやアパオアクーなどの戦いに投入された。なお RX78 の基本設計を踏襲して製作し、極めて優れた戦闘力と汎用性を有していたのが後期生産型。こちらはジオン本国への侵攻作戦での投入を予定したとされている。この RGM79 ジムの誕生と大量配備をもって連邦の V 作戦は結実したと言えるだろう。各地へ配備された連邦製モビルスーツ。V 作戦の決勝たるジムはザクのように簡単な改装で緑地化できるほどの汎用性はなかったが、基礎設計の優秀さから設計段階で別の仕様に応用することは容易だった。そのため一年戦争終盤から用途に応じて様々な仕様のジムが誕生している。例えばエース級のパイロットからすると、通常仕様のジムでは火力不足や機動力の低さを実感する場面もあったため、熟練者向けに性能を向上させた機体が少数生産された。宇宙空間における一撃離脱戦を想定した RGM79 ジムライトアーマーもその一機だ。宇宙におけるビーム兵器戦ではウィークポイントに的確に直撃しない限り一撃でモビルスーツを撃墜するのは難しい。そこで腕に自信のある熟練パイロット向けに装甲を徹底的に軽量化して機動力を底上げしたのが本気だ。特に空間戦闘機から機種転換したパイロットたちに好んで運用されたらしい。他にも総合性能を向上させつつ照準バイザーや大水力バックパックを装備し、 RX78 と同等レベルまで性能を向上させた RGM79 ジムスナイパーカスタムなどが少数エースパイロット向けに作られ、特務部隊などに配備されている。また各戦線に合わせてチューニングされたジムもいくつか存在する。一年戦争後期にはヨーロッパ戦線にもモビルスーツが配備されるが、市街地や森林において
モビルスーツは遮蔽物との関係から上半身に被弾する傾向が強かった。そこで被弾率の高い上半身や頭部の装甲増強を狙ったのが RGM-79F 陸戦用ジムだ。装甲増強により機体重量は増大しているものの、スラスターを6機備えた専用ランドセルによりこれを補っている。またアフリカや中近東地域の戦線でも陸戦用モビルスーツの配備要望が出たため、陸戦用ジムを生産する際、同機を砂漠専用に改修した極地戦仕様の RGM-79F デザートジムも開発された。他にもジオンが地球侵攻に合わせて投入した水陸両用モビルスーツに対抗するため、水中戦能力を付与した RAG-79 アクアジムを開発。ただジオン製の水陸両用機には苦戦させられる場面も多く、現場からの評価は芳しくなかった。そこでエース専用機としてアクアジムのカスタム仕様である RAG-79 水中型ガンダムが開発されている。他にもサイド3への進行や要塞戦を想定した中距離支援用の機体も必要とされた。そこで立案されたのが RX-77 タイプの量産だったのだが、ジムの量産を急ぐ中、別タイプの RX シリーズの生産ラインを組むのが難しい。そこでジムの生産ラインを流用できるよう開発されたのが RGC-80 ジムキャノンだ。本機はソロモンをはじめとした要塞攻略戦で後方から要塞の拠点を撲滅し、ジムの突破口を作ることを主目的としていた。だが対戦中は計58機しか生産されず、ティアンヌおよびレビル艦隊には計14機しか配備されていない。そのため宇宙における中距離支援の役目を担うため、簡易モビルアーマーである RX-76 の量産タイプ RB-79 ボールが大量投入された。スペースポッドである SPW-03 タイプをベースにしたその機体はモビルアーマーを語ってはいるものの、貧弱すぎる構造からほぼ看護家のような兵器だったと伝えられている。地上に配備されたジムキャノンは初めて配備された北アメリカ戦線には6機、アフリカ戦線には19機、ジャブローには9機が投入されており、各戦線ごとに異なる仕様のジムキャノンが存在した。中でも大戦末期のアフリカ大陸における反攻作戦に投入されたサンディ・ブラウンのアフリカ戦線機は最も数が見られた仕様となっている。他にもグレーの北アメリカ戦線機の存在が確認されている。なおジムキャノンはその優れた汎用性から特別な改造を施さなくても大抵の戦場で活躍できた。そのためカラーリングこそ違うが各戦線ごとに性能の差異はなかったとされている。ちなみにジムキャノンの登場で中距離支援機の量産タイプの座を譲ったガンキャノンだが、上層部は依然として本機の完成度を高く評価していた。そこでガンキャノンに関してもいくつかのバリエーション機が開発されている。例えば RX-77 の2の実戦データをもとに単独戦、同機種編成による集団戦を想定して武装を強化した RX-77 の3ガンキャノン重装型。火薬式キャノン砲を発射した際の反動やバランスの問題を解決するためビームキャノンを採用し、推進システムの強化を行った RX-77 の4ガンキャノン2などが挙げられる。また RX-78 系列に関しても多くのバリエーション機が存在したとされている。というのも本来 RX シリーズはあらゆる戦闘状況に対応できるモビルスーツとなるべく開発されていた。しかし開発開始から完成まで急ピッチで進められていたため、一部の機能が省略されており、当初の性能を十二分に与えられたとは言い難かったのだ。さらに戦時下でアムロレイのように卓越した操縦技術を持つニュータイプが出現したこともあり、 RX シリーズの性能見直しが行われている。例えば RX-78 の3号機 G3 ガンダムと呼ばれる機体はモスクハン博士が完成させたマグネットコーティングのテストベッドになった。これによりレスポンスが急激に向上した上、反応炉用のレーザー加速器も新型のものに交換されたことで2号機の2倍の運動性能を獲得したとされている。なお同じ技術が戦争末期にアムロレイ少尉の下流2号機にも施され目覚ましい戦果を上げるのだが、実はレイ少尉が登場していたのはチューンされた3号機だったという説も根強い。またセカンドロットで生産された機体も当初はジムのテストベッドになるはずだったが、来るべき反攻作戦のため一部は
ジャブローで宇宙仕様への改修が行われていたとされている。他にも RX78 タイプに戦艦級の火力を与える計画も立案されていた。RX78 をベースに装甲、武装、補助推進システムの増加を行う、いわゆるフルアーマー化を施す FSWS と呼ばれるプラン。このプランを採用した機体が FA78 の1の名称が与えられるはずだったようだが、実現には至らず、机上の空論で終わったとされている。プラン自体も戦時中は最高機密事項として秘匿されており、終戦後、戦時中の写真や記録が出版されるようになって、ようやく本機の存在が散見されるようになった。なお、このプランの延長線上に RX78 の完全量産を目指した RX81 という未確認の機体の開発プランもあったようだが、詳細は明らかになっていない。また、モビルスーツとしては失格の烙印を押されたガンタンクだが、地上戦闘用の車両としてはそれなりの戦果が挙げられた。そのため大戦終盤には装甲戦闘車両としての性質をアップデートした後継機 RMV1 ガンタンク2が開発されている。だが実戦配備が終戦直前だったため戦闘には参加していない。たった数ヶ月で建造された連邦のモビルスーツはジオンの一つ目の巨人を打ち破り、見事連邦を勝利に導いた。そして V 作戦が生み出した白い悪魔は後の世で高性能機の象徴ともいえる存在となり、同じ名前を冠した機体が何機も生まれることになる。しかしそれは同時に人類が戦いを捨てられないという記録でもあった。